こんにちは、東京ビジライフです。今日は今が旬、長野県が特産のリンゴを使って作ったお菓子をシェアしていきます。たくさんリンゴが手に入ったら、いつも真っ先に作るのがシンプルな蒸しリンゴ。作り方はとても簡単。まず小さめのリンゴ2個を4分の1に切り、芯を切り取り皮を剥きます。お鍋に入れてシナモン小さじ4分の1とお水を2分の1カップ入れ、あとは蓋をして10分から15分、リンゴが柔らかくなるまで弱火で蒸し煮にするだけ。お砂糖を全く使っていないですが、リンゴの自然な甘みでそのままヘルシーなおやつやデザートになります。アイスクリームを添えたりグラノーラをトッピングしてアップルクランブル風にしてもいいですし、そのままフードプロセッサーにかければアップルソースになりますよ。今回はこちらの蒸しリンゴを冷凍してリンゴのアイスクリームを作りたいと思います。ベースとなるココナッツミルクは2カップを濃縮甘酒大さじ4と合わせてブレンダーにかけたら製氷皿に入れて凍らせます。凍った蒸しリンゴ1個分とココナッツミルク2カップ分にアーモンドミルク2分の1カップを加え、バイタミックスなどのハイスピードブレンダーを使ってだんだんとパワーを上げて滑らかになるまでかけます。再び冷凍庫に 2,3 時間置き、ちょうどいい硬さになるまで凍らせていきます。砂糖を全く使っていませんが、甘酒とリンゴの自然な甘さがクリーミーなココナッツミルクとマッチしてとても美味しいですよ。次に作ったのはグルテンフリーのふわふわしっとりアップルケーキ。リンゴ4分の1個をすりおろしたもの約 50ml に豆乳 50ml、甜菜糖大さじ2、植物性ヨーグルト大さじ3、塩1つまみを加えよく混ぜ合わせます。湯煎して人肌程度まで温めたら粉豆腐 40g を加えて混ぜ合わせます。そのまま10分ほど置いてふやかしていきます。その間に米粉 45g、アーモンドプードル 25g、コーンスターチ 20g を合わせてふるいにかけます。ベーキングパウダー小さじ1と重曹小さじ2分の1を加えてよく混ぜ合わせます。ふやかしておいた生地を加えて米油大さじ2、豆乳 50ml、リンゴ酢大さじ1、シナモン小さじ4分の1を加えて滑らかになるまで混ぜ合わせます。15センチのケーキ型に生地を流し入れたら薄くスライスしたリンゴを上に並べていきます。砂糖大さじ2分の1とシナモン小さじ8分の1を合わせたものをトッピングし、180度に予熱したオーブンで35分焼きます。リンゴが柔らかすぎず程よくベイクされていて、ふわふわしっとりなケーキ生地ととても合います。毎日でも食べたい秋のおやつです。次に作ったのはリンゴが重なり合ったアップルプディングケーキ。生のカシューナッツ2分の1カップは一晩浸水させておきます。干しレーズン 30g はラム酒大さじ1と2分の1に数時間漬け込んでおきます。浸水させた生のカシューナッツ、アーモンドミルク1カップ、レーズンを漬けておいたラム酒、コーンスターチ大さじ2、濃縮甘酒大さじ3、ターメリック小さじ8分の1を合わせ、滑らかになるまでブレンダーにかけます。16センチ ×16 センチの耐熱皿にスライスしたリンゴとラム酒につけておいたレーズンを交互に敷き詰めていきます。耐熱皿いっぱいになったら隙間からプディングの生地を流し入れます。190度に予熱したオーブンへ。上のリンゴが茶色く色づいてきたらアルミホイルを全体にかぶせます。40分焼き、常温で生地が固まるまで数時間置きます。卵やクリームが入っていないとは思えないクリーミーで満足感のあるプディングケーキ。このままでも美味しいですが、お好みでメープルシロップやカラメルソースを垂らすとより一層美味しくなります。手がかかっていそうですが、とても簡単にできるのでホームパーティーのデザートとしても活躍してくれそうです。次に挑戦したのはリンゴのデザートといえばのアメリカンアップルパイ。まずはパイ生地作りから。米粉 55g、おからパウダー 20g、コーンスターチ 25g、固形のココナッツオイル大さじ3をフードプロセッサーに合わせ、冷水を大さじ1ずつ加え、生地がまとまるまでパルスしていきます。今回は大さじ5加えました。
生地を一つにまとめ、冷蔵庫で20分ほど置きます。その間にフィリング用のリンゴをスライス。スライスしたリンゴ3カップにシナモン小さじ4分の1、甜菜糖大さじ2、米油小さじ1、リンゴ酢またはレモン汁小さじ1、塩1つまみを加えてよく混ぜ合わせます。冷やしておいた生地をベーキングシートの上に置き、ベーキングシートをかぶせ、綿棒で伸ばしていきます。生地が崩れやすいので、つなげるようにしながら伸ばします。18センチのタルト型に生地を乗せますが、崩れてしまったので、つなぎ合わせるように補修します。リンゴを入れ、本当はもう一つ用意しておいた生地をかぶせたかったのですが、きれいに伸ばせなかったため、この葉型に切って乗せてみました。180度に予熱したオーブンで35分焼き、アルミホイルを全体にかぶせ、さらに10分焼きます。リンゴとシナモンのとってもいい香りがお伝えできないのが残念です。リンゴから出たジュースがジャムのようになり、柔らかいリンゴを包んでくれています。生地は少し扱いづらく、焼き上がりで端が少し硬くなってしまったので、またレシピを改良して挑戦したいと思います。リンゴのデザート尽くしだった1週間。リンゴを食べるとなんだかほっと懐かしい気持ちになるのは私だけでしょうか。子供の頃、母が夜ご飯の後にリンゴをよく剥いてくれたことや、風邪をひいた時にすりおろしたリンゴを食べさせてくれたのを思い出すからかもしれません。時が経って今度は私がいろいろなリンゴ料理をご馳走する番になりました。焼きリンゴは芯をくり抜き、ココナッツオイル、甜菜糖、シナモンを入れて多人鍋でじっくり焼きます。手の込んだデザートもいいですが、大切な家族といただくシンプルなデザートが一番心を満たしてくれるような気がします。皆様も大切な人と心温まるデザートタイムをお過ごしください。それでは、See you next time!